はい、こんにちは。そろばん情報局の夏美です。今回はそろばんの技術の中でも特に注目が高い手算式暗算のトレーニング方法について紹介をしていきます。そろばんはただの計算道具と思われがちですが、実は頭の中でそろばんをイメージする手算式暗算、イメージ暗算は脳の処理スピードや集中力を鍛えるのにとても効果的なんです。まず最初に手算式暗算について簡単に説明をしていきます。筆算や概数での暗算とは違って、頭の中にそろばんの玉をイメージして、実際にそろばんを弾くように指を動かして計算を行います。そろばんの形を写真や絵でイメージをするので、右脳と左脳を同時に使うことが一番の特徴です。そろばん情報局では、そろばんを使った脳の鍛え方や実践的な学習方法を分かりやすく解説をしています。そろばんに興味がある、上達をしたい方はチャンネル登録をして、最新情報を見逃さないようにチェックしてくださいね。では本題、手算式暗算を身につけるためのステップと練習方法を紹介していきます。ステップ1、そろばんの形を覚える。そろばんを習い始めたばかりといった超初心者向けのステップです。暗算の時に頭の中にそろばんを思い浮かべるためには、そろばんの形をしっかりと知っておく必要があります。まずは実際のそろばんの形をしっかりと見て、実際に触って玉の位置や動きに慣れることが大切です。そろばんは5玉が1つと1玉が4つでできています。1桁の最大の数字は9です。このようにそろばんの形や玉の数、そしてそろばん特有の数字の形をしっかりと覚えておきましょう。ステップ2、指を使って繰り返し練習。こちらも超初心者から繰り上がり、繰り下がりを習い始めた初心者の方向けのステップです。実際のそろばんを触って玉を弾く感覚を体で覚えていきましょう。この時に指の使い方を間違えないように気をつけてください。1玉、下の4つの玉を足すときは親指で、それ以外の計算は人差し指を使いましょう。この時期は同じ数字を何度も置く、そして払う、引き算のことですね。払うといった指鳴らしも効果的です。指鳴らしの詳しいやり方については、こちらの動画をご覧ください。ステップ3、見た数字を思い浮かべる。例えば3桁の数字を見たとき、そろばんで置くとどんな形になるのかを想像してみましょう。最初は紙に書きながらでも大丈夫です。慣れてきたら頭の中だけでイメージをしていきましょう。この時に3桁分一気に思い浮かべることができなくても大丈夫です。例えば128の形をイメージしたい場合、まずは100の位に1を置くイメージをしましょう。次に10の位に2のイメージ。この時に先ほど置いた100の位の1の形が消えてしまっても気にしなくて大丈夫です。そして最後に1の位に8のイメージを作りましょう。ステップ1からステップ3まではそろばんの形を想像することに慣れるためのステップです。ステップ4からは手算式暗算の習得、上達を目指したステップに入ります。では、ステップ4に入る前に、手算式暗算を習得するために必要なことをお話しします。そろばんをするときに必要な道具って皆さん何だと思いますか？まずは机に向かってそろばんと問題と鉛筆、文鎮、このようにいろんなものを準備しないとダメですよね。では皆さんにここで問題です。暗算の練習をするときに必要な道具は何でしょうか？正解は頭と指、この2つだけで練習をすることができます。暗算の練習は工夫次第で外出先やお風呂の中、寝る前など場所を選ばずに練習をすることができます。工夫と上達したい、習得したいという気持ちがあれば、
24時間、いつでもどこでも練習をすることが可能です。そのため、そろばんの練習よりも暗算の練習の方が練習時間は増えることになります。珠算式暗算が上達する人としない人の違いは、授業や宿題の時以外に自主的に暗算の練習をしているかどうかです。では、ステップ4に進みましょう。ステップ4、イメージ力を鍛える日常トレーニング。このステップ4は、私自身、現役時代も使用していましたし、今現在も使用している内容です。そして私の周りの珠算式暗算が上手な人はみんなこのトレーニングを行っていました。私はこのステップ4のおかげで、そろばんをやめてからブランクありますが、暗算力は現役時代と比べてもそこまで衰えてはいません。では実際に授業や宿題以外でどのようにトレーニングを行うのか確認をしていきましょう。まず1つ目、数字を見たらそろばんの形を想像する。スーパーの値札、電車の時刻、ナンバープレート、バーコード、電話番号のように日常生活には数字が溢れています。このように何か数字を見かけたときは自分の頭の中のそろばんに置いてみましょう。この時余裕があれば足したり引いたりといったような計算を加えるとなお効果的です。次に2つ目、好きな数字をそろばんの形でイメージして10秒間キープする。例えば78と決めた場合、78のそろばんの形をイメージして10秒間キープをしてください。この時、イメージが崩れないようにしっかり集中をしましょう。先ほどの日常生活で見つけた数字と組み合わせてもいいかと思います。気をつけてほしいのは、イメージをするときに言葉に直さないこと。例えば、78を想像するときに、78、78、78、78。このように言葉に直してしまうと、そろばんの形をイメージする練習にはつながりません。ここに注意をしてください。では、注意点に気をつけて実際にやってみましょう。今回使う数字は私の手元にあったこれを使います。ここに4と3。この2つの数字があるので、この2つを組み合わせて43の形を作っていきましょう。では、今から10秒間スタートするので、43の形を崩さないようにしっかり想像してみてくださいね。では、10秒間スタート。はい、10秒間経ちました。皆さん、どうでしたか？そろばんの形が薄れることなく最後まで想像できましたか？私は正直4秒あたりからちょっと薄れてきていました。少しでも気を抜いたり他のことに気がそれてしまうと簡単にイメージが崩れてしまうのが分かったかと思います。単純でとても簡単そうに見えて意外と難しい練習方法です。次に3つ目。倍加算を暗算で行う。例えば3をスタートにした場合、3に3を足して6。次は6の形になったので、6を足して12。次は12を足して24。というように倍に計算をしていくことを倍加算と言います。倍加算の詳しいやり方については、こちらの指鳴らしの動画をご覧ください。次は読み上げ暗算です。問題を先生やお家の方に読み上げてもらい、それを頭の中のそろばんで計算をしていきます。慣れてきたら自動読み上げソフトや YouTube の練習動画を使うこともおすすめです。皆さんの授業があれば、このそろばん情報局でも読み上げ算、読み上げ暗算の問題動画を今後投稿しようかと考えています。次にステップ6、制限時間付きの練習。時間制限を設けて練習をすることで、効率よくスピードと正確性をアップすることができます。例えば、30秒で10問解くというように、短時間集中型のトレーニングも効果的です。時間を計るときは難しい問題や今練習中の問題でなくても大丈夫です。例えば、100マス計算や簡単な割り算、
というように自分の練習内容よりもかなり簡単な初歩の内容であったり、自分の練習よりも一つ前の簡単なキューなどでスピードを意識した練習も効果的です。次にステップ7、繰り返しの練習。最後はやっぱり継続が大事です。短い時間でも毎日コツコツと練習をすることが上達の近道となります。暗算は問題を用意しなくても日常生活で目についた数字を利用して場所を問わずに練習ができることが一番の特徴です。数字を見かけたらそろばんの形。これを習慣化していきましょう。イメージが安定してくるとだんだん正確性もスピードも上がってきます。今回は手算式暗算の練習方法と日常でできるトレーニングについて紹介をしました。最初は難しく感じるかもしれませんが、イメージをすることに慣れてくると意識しなくても数字を見たら勝手にそろばんの形に置き換えてしまうというように手算式暗算が日常に溶け込むようになってきます。そうなると計算がどんどん楽しくなってきます。今回の動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。感想のコメントやこんな動画を見たいといったリクエストも大歓迎です。東谷手算塾では暗算力の育成に力を入れています。手算式暗算を通して右脳の発達、脳トレに興味がある方はぜひ体験授業を申し込みしてください。詳細は概要欄からチェックをしてくださいね。次回の動画はスランプの乗り越え方を紹介していきます。チャンネル登録をして次回の動画も見逃さないようにチェックをしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。